体の不調につながる猫背や巻き肩、ぽっこりお腹やてっちりなど、姿勢崩れの原因の大元には骨盤の傾きが関わっています。この動画では骨盤が理想の状態になっているかどうか、壁を背にして立つことでセルフチェックする方法をご紹介します。骨盤が傾いている場合には、立つ時に気をつけたいポイントも紹介しますので、ぜひやってみてくださいね。姿勢崩れの原因となる骨盤の傾きをセルフチェックし、まっすぐに立ちましょう。セルフチェックする前に理想的な立ち姿勢から骨盤が傾いた状態まで確認していきましょう。体を横から見たとき、かかと、膝、肘、肩、耳をつないだ点が一直線上に乗っていて、壁に対して骨盤が平行になっている状態が理想です。この時、背骨は腰のあたりで程よく反って自然な S 字を描きます。次に、壁に対して平行な状態から骨盤が前に傾き前傾してくると、腰が強く反り、お尻が後ろに大きく突き出てお腹も目立ってしまいます。崩れた重心のバランスを取るために、背骨の上の方が強く丸まって猫背になり、さらに肩が前に出て巻き肩になる場合が多いです。こうなると自然に頭が前に突き出るので、頭の重みを支える首にも負担がかかります。または胸が前に大きく突き出た鳩胸の状態となって、上半身が妙に大きく見える場合もあります。反対に骨盤が後ろに傾き後傾していくと、腰から S 字カーブが失われて、背骨が全体的に丸まって猫背に、お尻の丸みがなくなり、下腹がぽっこりと出やすくなります。前傾した時と同じように、崩れた重心のバランスを取るため、頭が前に出てきて首に負担をかけます。さらに膝をまっすぐに伸ばすことが難しいので、膝が前に出て伸びきらず、常にガニ股になります。このように骨盤が前傾しているか後傾しているかによって立ちポーズで気をつけるポイントが違い、苦手なポーズや効果の出やすいポーズも変わってきますので、まずはセルフチェックしてみましょう。壁を背にして立ち、両足を揃えてかかとを壁につけます。自然に立った状態で、かかと、ふくらはぎ、お尻、肩甲骨、後頭部の5点が壁につくかどうか確認してみましょう。まず、同時につかない。ちょっと頑張らないとつかない方は骨盤の傾きが大きい状態です。次に前傾タイプか後傾タイプか確認しましょう。5点を壁につけた状態にします。つかない方はすべてついていなくてもいいので、なるべくつけた状態にしましょう。この時、腰と壁の間に全く隙間がない方は骨盤が後傾しています。腰と壁の間に隙間がある方は、拳を作った手を隙間に入れてみましょう。すっかり拳が入ってしまう場合は骨盤が前傾しています。理想の状態は、指を猫の手にして腰と壁の隙間にちょうど収まるくらいです。指が使えて入りきらない場合は骨盤がやや後傾気味、隙間が余ってしまう場合はやや前傾気味になります。また、前傾後傾の他にも、体の正面から見たとき骨盤が床と平行になっておらず、左右どちらかに傾いて痛みやこりを引き起こす場合もあります。鏡の前に立ち、どちらかの肩が下がって見えていないか、または T シャツなど裾がまっすぐな服を着て、少し歩いた後に服の裾やシワが斜めになっていないかどうか確認してみましょう。自分の骨盤の傾き状態が分かったら、
ポイントを押さえながらまっすぐに立つ練習をしてみましょう。まずは足を腰幅に開き、つま先を正面に向け、両足を平行にします。足の指を持ち上げて、できるだけ指の間を開きましょう。親指の付け根、小指の付け根、かかとの3点を意識して、足の裏全体に均等に体重を乗せていきます。ここでつま先に体重が乗りすぎないように意識しながら、ふわっと足の指を下ろしましょう。土踏まずから膝、内ももに向かって、下から上にジッパーを締めるような感覚で、すねとももを中心に引き寄せていきましょう。特に骨盤が後傾している方は、膝が外に開きやすい状態になっているので、中心に引き寄せるのが辛く感じると思いますが、しっかり引き寄せます。中心に引き寄せる感覚がイメージできない場合も多いので、ももの間に本などをぎゅーっと挟み込んで、内ももの筋肉を使う感覚を掴んでみるのがおすすめです。次に内臓を下から上にキュッと引き上げるような感覚でお尻を引き締めていきましょう。ここで骨盤が後傾している方は、下腹部に力を込めながら、お尻の尻尾を少し後ろに突き出して、腰のあたりが自然に反ってくるのを感じましょう。反対に前傾している方は、尻尾をしまい込むようにして、自然と下腹部に力が込められ、お尻とお腹が引っ込み、横から見た時に体全体が薄くなるように意識します。それでは肩を前から後ろに回してストンと落とし力を抜きましょう。片手の手のひらを頭の上に乗せて手で頭を強く押します。頭の上の手を足元から押し返そうとすることで自然に背骨が伸び、顎が引かれ、肩が少し下がる感覚を味わいます。手を下ろして最後に全身をチェックしましょう。足の裏を均等に踏んで、すね、ももを中心に引き寄せ、お尻、下腹部を引き締めて、かかとの上に膝、膝の上に骨盤、骨盤の上に肩、肩の上に耳を順に積み上げて、一直線上に乗っている状態を保ちます。それでは背骨が伸びる感覚を味わいながら深呼吸しましょう。吸いながら横から両手を高く上に、頭の上で手を合わせて、吐いて胸の前へ。もう一度吸いながら横から両手を高く上に、頭の上で手を合わせて、吐いて手を下ろしましょう。お疲れ様でした。骨盤の傾きが強い方は、まっすぐに立つ状態をキープするのがしんどく感じると思います。今の状態を認識して、毎日少しでいいので、良い姿勢をキープする時間を作るようにしてみましょう。最初は辛く感じても、続けるうちに徐々に筋力がついてきて、良い姿勢をキープする方が自然で楽な状態と感じるようになってきます。日常生活の中で、例えば歯磨きをするとき、髪を乾かすとき、電車待ちをするときなど、隙間時間を見つけて足元から意識して立つ練習を習慣にしてみるのがおすすめです。骨盤が左右に傾いている方は、ストレッチや筋トレをしたときに左右どちらかだけに動かしにくさを感じると思いますが、なるべく左右均等に動かすようにしましょう。また、片足に体重を乗せる、足を組むなどの癖をなくしたり、重い荷物を肩掛けのショルダーバッグや手持ちバッグで持たず、リュックに切り替えるなど、毎日の習慣を見直してみましょう。一度傾いてしまった骨盤を元に戻すのは時間がかかりますが、毎日の積み重ねが大切です。概要欄に
骨盤矯正に効果的なポーズの動画リンクを掲載しますので、ぜひ取り組んでみてくださいね。このチャンネルでは運動が苦手な方でも隙間時間で体と心をちょこっとセルフメンテナンスできるような内容の動画を配信しています。気になった動画で一緒にちょっとメンテして健康になりましょう。